こんにちは。Hello。アンニョン。ニーハオ。どうも、はるかです。温泉で有名な別府ですが、実はアートもすごいんです。別府現代芸術フェスティバル混浴温泉世界という面白い名前の芸術祭から始まった別府のアートの世界へ今日はご案内します。アートについてご紹介してくださるのはナビゲーターの月田さんです。 NPO 法人別府プロジェクトで広報をやっています月田です。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、あちらの壁画の方からご紹介お願いいたします。こちらは、大分県出身のアーティストの国本康秀さんの作品で「シーン」という作品になります。はい、こちらは2015年に、街中の壁画プロジェクトということで私たちどもNPO 法人別府プロジェクトが、行ったプロジェクトの一つの作品となります。はい、実際に国本さんがこちらの別府に滞在して、そこの駅前に大きい駅前通りっていう通りがあるんですけど、そこで行き来する観光客の人や街の中の人たちを見ながらずっと作品を描いていったというものになります。結構距離ありますもんね。そうですね、こうやって横に長い作品で歩いてる様子とか本当にいろんな人たちが別府に訪れてるんだなみたいなのを感じながらちょっとこの路地を歩いていただくのも面白いかなと思います。いろんな国の方々が別府には住んでらっしゃるので、そういう意味でもちょっと特徴的な街かなとは思います。なるほどです。ありがとうございます。はい、このちょっと路地を歩きながら1つ目の作品に行きましょうか。この路地も本当に味があって、私は個人的に好きな、私も個人的に好きな場所です。はい、じゃあこちらがもう一つの作品。これですよね。見たことあります。こちらはアイリザンブさんの作品で波と街というものになります。波と街。はい。でこちら中国の作家さんなんですけれども、こちらもうちのプロジェクトで橋間というアーティスト、海外のアーティストが別府の街に滞在して、そこの街でいろんなインスピレーションを得て作品を制作するというプロジェクトがあるんですけど、そちらで来ていただいた作家さんですね。で、滞在期間中に別府公園でちょっとここから歩いたところがあるんですけど、そこに何度も通われて、それでいろんな枝とか木の実とかそういうものを拾い集めてこの作品を作っていったということです。すごい、なんかこれ最初見た時ね、こう近くで見てたから、いやマジ何をしとんのかなって思ったんですよ。そうですよね。じゃあそれを見に行きましょうか。近くで見て、ああいうどういうものでできてるのかなっていうのが分かったところで、ぜひぐるっと。正解不正解はないんですけど、この作家さんは特に別府の風景っていうのを言ってないんですよ。ただやっぱりその彼女がもともと中国の出身の方なんですけど、別府の山とか、海とか、そういうものが彼女にとっていろいろふるさとの中国を思い出させたっていうふうにはおっしゃっていたみたいですね。じゃあ月田さん、次にご紹介してくださるのは、はい、セレクト別府です。セレクト別府で、ここも築100年以上の長屋なんですけれども、そこの一つの部屋を借り受けて、今は1階がセレクトショップ、2階にアーティストの襖絵を展示しています。じゃあ中に入っていきましょうか。私もお土産は必ずここで買う。ありがとうございます。どうぞ。こちらには結構大分別府にゆかりのある作家さんとか、あと別府のその工芸とかお客様をつないでいくようなお店になりたいなと思ってここは運営しています。結構アーティストの作品もたくさん置いてあるので、ここでしか買えないものも結構ありますね。なんか別府以外でも別の地域の方のものも置いてたりしますよね。そうですね。大分県のすきっていうところにある焼き物で、今若い作家さんがすき焼きって一回途絶えた焼き物をもう一回復刻させて、それで今作陶されてますね。北さん別府以外のものも詳しいですね。ここのお店のバイヤーやってるんで。もう一個だけいいですか。あれ初めて見たんですけど。これね最近入れたんですけど、お目が高い。む
むちゃくちゃ可愛い。そう、これね、小山真さんっていう、ちょうど今年から清島アパートってこれから行く場所があるんですけど、そこに滞在してるアーティストの作品で、今有田にアトリエを構えていて、で別府と有田と行き来していて、それで有田焼に自分で付けをして、全部この絵も別府でインスピレーションを受けて描いたものばっかり。別府すごい気に入ってくださってて、どんどんアイデアが出てくるみたいで、私は別府の温泉の入り方を知ってるんで、むちゃくちゃ理解できます。はい、これがもう別府の温泉のマナーです。挨拶忘れるべからず、地蔵あらば拝むべし。確かに縁に座るべからず。温泉の縁は別府では枕なので座ってはいけません。作品があるんで見に行きましょうか。対なる作品が別府の観光港に実は昔あったんですけど、ちょっと今は取り壊されてしまって、その壁が、今はもうここだけしか残ってないんですけど。昔はこれ別府の観光港にあったんですか？そうなんです。ものすごい大きい壁にあったんですけど、街にあるものを全てを舞台にしていろんなパフォーマンスとか展示とかをやらせていただいていた芸術祭をずっとやっていて、で、今年も実は一人の作家さんに焦点を当てた芸術祭っていうのを12月からやるんで、なのでぜひ見に来てください。そうします。はい。面白い。ということで、こちら清島アパートに到着いたしました。ここからの説明はですね、月田さんではなく、今度は勝さんにご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は別府移住12年目の画家で、実はこの清島アパートの立ち上げからずっと住んでいて、最初にやった企画芸術祭に誘われて初めて別府に来たんですけど、その会期中にも移住を決めてしまって、会期中に東京に1回帰っても家もアトリエも引き払って、住み着いちゃいました。なるほどです。それからずっと地域に根を下ろして活動していて、じゃあもう最初から住まれている方ってことで、じゃあ早速、内装の方を見ていきましょう。じゃあ月田さん一旦、ありがとうございます。行ってきます。お願いします。すごい。別府ってこういうふうに表からは分かんないけど、中に入ってみるとみたいな建物が概要から説明したら、大体築70年って言われていて、戦後間もなく建てられた下宿アパートで、普通に一部屋一世帯住んでたりしてたんですけど、僕らもう12年目になるんですけど、こういう風なアパートの使い方をして、大家さんもご高齢で大家料手放したいみたいな感じだったんですけど、僕らが来てこういう風に使わせてもらいたいみたいな感じで、言い出した頃はもう大家さんもうこれ以上やめてくれ、もう人生に荷物を増やさないでくれみたいな感じだったんですよ、最初はね。でだからだけど絶対悪いようにしませんからみたいな感じだったんですけど、最初本当にだからそんなもんだから、僕らどかどかそれで最初132人2ヶ月の間住んだんですよ。その期間だけ集中して盛り上げようと思ってて、最初はこんな風に12年間も続くと思ってなかったので。なんですけど、その会期中に最初はすごい昔ゲーム見てたんですけど、強いついてようやく歩けるような状態だったんですけど、最後どんどん来るたび盛り上がってくるもんだから元気になっていって、最終的にご親族を大勢連れて旦那様を車椅子に乗せて自分で押してまで来てくださったんですよ。それでもう芸術祭終わる頃には大家さんが別府プロジェクト事務局に、直接この子たちの帰る場所を守ってあげてほしいっていうふうにお願いしてくれて、大家さんと別府プロジェクトのおかげで12年です。素敵なストーリーがあったんですね、そんなに。こういうふうに作って、で今はアーティストの住むアパートになってるわけですね。こっちにも部屋がいっぱいありますよ。ここがアトリエに使ってるフロアで、こうやって電気つけてるんですけど、こちらは6年目の方。はい、日本画の女の子。日本画のアーティストさんです。いいですね。アーティストさんによって全然部屋の使い方も違うんで、面白いですね。個性が出てて。別府自体がなんかアートな街なんで、どこにいてもなんかこういろいろ。そうですよね。本当に。別府の魅力をどういうふうに美術に翻訳して発信しようかってみんな苦心してると思います。僕も多分12年経っても飽きないのはそのせいだと思います。見学はじゃあ基本もし気になる方がいらっしゃった場合って案内してくださるんですか？もちろんです。別府プロジェクトが窓口になって、予約をいただき、
最後のお部屋ですか？はい、こちらは僕の部屋です。あ、見せてもらったことあったんですよ。はい。で実際これある山で、もっとこうずわーって長いんですけど、まあ場所は置いたなんですけど、別府湾から見えるんで、そうなんや。別府からの風景みたいな風に言われてるんですけど、なるほど。観音様みたいなのがこう合掌して仰向けに出てるように見えるから、仏崎って言われてて、川の部分だけ、そうなんですね。仏崎の、もし仏崎さんが実在していて、はい、絵を残されていたとしたらみたいな、こんな横顔が描かれてたんじゃないかっていう美術があったと仮定して、それを僕は模写をするっていう。横顔の部分を描いていて、おでこがあってまつげがあって目があって鼻があり、ほんまやこの辺が頬骨で。今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんかすごくタイムスリップした感じで楽しかったです。そうですね。はい、ここに刺激を受けたい人はアーティストでもアーティストでなくても、はい、誰でも待ってますので、ぜひいらしてください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。行ってきます。では行ってきます。最後は、常盤別府店にやってきました。こちらの屋上にアートがありますので、ご紹介お願いいたします。はい、こちらはアーティストの浅井祐介さんの作品で、海と山の間で来ているというものになります。こちらは浅井さんだけではなくて、別府の街の中の人たち、他の方々も含めた方と一緒にワークショップをしながら作った作品です。結構ミクロとマクロという時点で引きで見るとものすごくなんていうのかね、何かの生き物のような形で見えてくる、そういうものが浮かび上がってくるんですけど、下に降りていろいろ一つずつを見てみると、そのディテールでもまた楽しめる作品になってます。ありがとうございます。今日はなんかあれですね、近くで見たり遠くで見たり向きを変えてみたり、別府内のアートはなんか真っ白なキャンバスから各アーティストさんの個性がそのままにじみ出てるようなアート作品ばっかりだったので、すごくその背景を知れて勉強にもなりましたし、見ててすごく楽しかったです。ありがとうございました。ということでですね、ぜひ大分県でですね、芸術アートについて見てみてはいかがでしょうか。今日訪れた各スポットの最新情報であったりとかは全て概要欄の方に載せていますので、確認よろしくお願いします。あとグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。